皆様ごきげんよう、宮山めさのです。本日は潜水艦 E168 よりお送りしております。E168 は我が大日本帝国海軍の海第6型 A と呼ばれる潜水艦です。最大の特徴は水上速力23ノットの実現、過負荷時には24ノットにも達して艦隊との同行が可能と、1934年当時における艦隊型潜水艦の完成形とも呼べる船だったのです。まあ性能には色々と問題がありましたけどね。今回は潜水艦の性能というよりは潜水艦の仕組みや運用方法についてこのバーチャル空間で検証してまいりたいと思います。よし、それでは早速潜水艦を浮上させてまいりましょう。メインタンクブロー両舷機械用意 E168 号浮き上がれヨーソロー。ヨーソロは海外用語で了解や問題なしという意味ですね。本来は乗員が答えるための用語ですけれども、当館は乗員がおまんじゅうですので自分で言ってみました。ふじゃねえよ。ちなみにメインタンクブローは潜水艦が浮上するための操作のことを指します。水雷長の指示で空気の操作を担当する乗員がブロー弁を開きます。するとエアタンク内に溜めていた高圧空気がタンクに送り込まれて潜水艦の中にある海水を押し出していきます。重さが減ったことによって潜水艦は海面へと浮かび上がるのです。と、バーチャル空間のため演出上今回は昼間に水上へ浮かび上がりましたが、第二次世界大戦当時の潜水艦は海に潜ることができる艦というべきもので、常に海中で行動しているというわけではありません。作戦中は日中はできるだけ補給である蓄電池を使って先行して日が暮れてから浮上して主機のディーゼル機関によって水上航行するというのが基本的な行動となります。よし、ハッチ開け。ハッチを開くと外の空気が入ってくるのと同時に小海鳥の饅頭が飛び出します。敵影なし。両舷原則前進。潜水艦では水雷課、航海課、機械課の分隊のうち当直になっている分隊の責任者が小海長となります。潜水艦は少ない人数で様々な役割を兼務することが求められており、潜水艦長であっても雑務をこなさなければいけません。複雑なメカニズムを持つ潜水艦は特に一つのミスが致命的な事故につながる恐れが高く、そして何より密閉された非常に過酷な環境でもありました。しかしその分乗員たちは階級の垣根が低く、アットホームな職場、いや潜水艦の海の男たちは大家族のような関係だったと言えるでしょうね。うちの艦に乗っているのはおまんじゅうですけどね。補給、充電始め、目立つ排煙はなし。潜航中は全動力が電池型よりになるため、水上にいる時の充電作業は絶対に欠かせません。また潜水艦の浮上中は、乗員たちも息抜きができる貴重な時間ではありましたが、当直として9名は環境上で周囲の見張りを行っています。12時の方向に敵へ確認。両舷停止。先行急げ。どうやら野生の敵大型艦を発見したようですね。これは大物だぞ。敵に発見されないかですって。ご安心くださいませ。潜水艦は還元、つまり海から出ている船体の部分が少なくて先に見つかることはまずありません。これは戦艦、巡洋艦、駆逐艦と潜水艦との比較ですけれども、そもそも艦のサイズがかなり小さいのが E168 です。そしてもしも先に敵に発見されれば最弱な存在になってしまうのも潜水艦です。急速先行はとにかく急いでいきましょう。ハッチよし、全ベント開け。還元の頂部にあるベント弁が開いてメインバラストタンクに注水を開始すると、潜水艦は通常1分以内に先行することができます。遅いな。これは E168 の欠点で急速先行までに90秒も要しました。これはより旧型の2号潜水艦よりも遅い水準でした。この急速先行時間やあるいは潜水艦の水中での運動性能は2号潜水艦の欠点として日本潜水艦の評価を下げてしまった一因とも言えますね。だってこれら問題は後継の E176 で改善されていますので、正直不本意な部分はあるにはある。目覚みー。潜水艦の環境は防水機能はありませんので、2号潜水艦に乗る機会があったら気をつけてください。後で救助しておきます。
ということで、この先行時間を使ってプロモーション。今回の動画は久しぶりにワールド・オブ・ウォーシップス様とのコラボ動画となっております。ワールド・オブ・ウォーシップスは日本を含め世界各国のあらゆる軍艦を操作可能な対戦ゲームです。現在ワールド・オブ・ウォーシップスでは人気ゲームのブルーアーカイブとのコラボ企画を実施中ですので、ファンの方はぜひチェックしてみてください。動画の後半ではゲームに実装している潜水艦に乗ってゲームをプレイしてみたいと思います。概要欄と固定コメントのリンクをクリックしてコード WARS ブルーアーカイブを入力して報酬をゲットいたしましょう。イベントは8月7日までなのでお見逃しなく。よし、路上深度まで浮上。潜望鏡上げい。路上深度は野岸望遠鏡による偵察が可能な深度となっています。あれは野生の敵航空母艦だ。護衛の駆逐艦も認む。魚雷船用意。爆雷防御。さて、一刻も早く魚雷を発射する射点につきましょう。潜水艦の水中速力は8ノット。しかし、この速力を出してしまうと1時間程度で電池が空になってしまいます。普段は2から3ノット。敵艦を襲撃するのも5ノットから6ノットと水上艦に比べるとはるかに鈍速ですので、攻撃のチャンスもそう多くありません。理想的な射点は方位角が50度から80度、距離が800メートルから1500メートルが理想です。方位角右50度、距離1000、敵速15、写真角右8度、方位板よし。あとは発令所に装備された91式潜水艦方位板開1に必要なデータを入力すると、小順角追従装置が自動的に魚雷の調整をしてくれます。なお、当時の潜水艦が魚雷を発射できる最大深度は30メートルほどです。ただ確実を期すために、通常は潜望鏡の観測のもと発射を行います。撃て！魚雷発射管は空気圧式と呼ばれるもので、発射管が6門の場合は全弾装填には1時間もかかりますので、外すわけにはいきません。当たってくれよ。野生の空母に命中確認。野生の敵空母ゴーチン。多分実際の E168 はミッドウェー海戦に参加。空母飛龍の攻撃によって大破していた曳航中の空母ヨークタウンを撃沈し、さらに駆逐艦も沈めるという大戦果を挙げました。ただこの時に使われたのは有名な酸素魚雷ではなくて89式魚雷だったと考えられます。どうしたまんじゅう。何？うんこがしたいだと？ブーじゃねえよ。言っといれ。はあ、問題ありません。当時の潜水艦では艦内に川や、つまりトイレがありました。トイレは加圧式の排出構造になっていまして、艦内から外部の海中に汚物を排出する仕組みでした。ただしこの排出操作は水圧差に注意が必要で、誤って操作すると海水が逆流して内部に吹き出す事故も起こす危険性がありました。佐藤！後で救助していきます。ほら早く浸水を止めろ。敵の爆雷攻撃だ。この忙しい時に。日本の潜水艦はアメリカの潜水艦よりも騒音がうるさいという評価があるにはありますが、作戦中のトイレは我慢するのがおすすめですね。こうなったら本艦はさらに深度を下げて敵の爆雷攻撃をやり過ごすぞ。E168 の安全深度は70メートルでした。これは他の2号潜水艦よりも小さくて、ドイツやアメリカの潜水艦に比べてもかなりイマイチでした。まあ後継艦では改善されるんですけどね。いかん、艦尾に爆雷を被弾。浸水発生。E168 は溶接構造、つまりリベット止めの構造で爆雷への高端性不足が指摘されていました。日本の潜水艦が完全に電気溶接に移行したのは戦時中に建造された E201 からになりますね。E168 が浮かび上がっています。水ヒーターを故障すると潜水艦を包んだ空気と海水が勝手に動き始めて浮かび上がってしまうこともあるのです。海上に敵駆逐艦がいるかもしれんぞ。総員武器を取れ。こうなったら野生の駆逐艦と海上で戦闘だ。E168 浮上。なんと野生の敵駆逐艦が全隻炎上しています。あれは50万トン戦艦。50万トン戦艦のおかげでなんとか助けられましたわ。よーし、勝利を祝って宴会でも開くぞ魔女たち。赤飯の缶詰とか色々持ってこーい。潜水艦乗りのメインとなってしまった食べ物は缶詰。
ただその種類はかなり豊富だったと言われています。赤飯の缶詰は日常的に食べられ、桃の節句には桃の缶詰、みかんの缶詰は海の男たちにも大人気だったとか。ただまあ缶詰ばかりですので飽きが来てしまうというのは、これはもう避けがたいものがあったみたいですね。おーい、50万当選かー。なんかこっち来てね。皆様ごきげんよう。はい、これがですね、E56 ですね。E56 は、純戦ですかね。E168 とはね、少しね、違うんですけれども、対戦負け頃かなに建造された潜水艦ですね、これね。で、ちょっとね、私ね、潜水艦めっちゃ初心者ですので、まずはね、トレーニングモードでね、基本的な操作を皆さんにご紹介したいと思います。魚雷がですね、2種類あります。一つはね、この普通の通常魚雷ですね。で、もう一個誘導魚雷ってあります。で、どうやらこの E56 はですね、誘導魚雷があんまり得意じゃないらしいので、ちょっと通常魚雷でね、試してみたいと思います。はい。今ね、敵見つけますんで、待っててね。はい、敵発見。で、潜水艦なんでね、結構ね、敵に近づいても気づかれないですね。今ね、これ12キロなので、もっと近づきますね。ちょっと撃ってきます。はい。あらかじめ撃ってきます。で、こんな感じでね、魚雷バラバラに撃てますので、まあ潜水艦は結構相手の動きをね、見ながら行動できると思います。ちょっとまずいな。ちょっともう、先行していきます。で、これで先行すると、これが潜望鏡進路ね。ほら、結構いい感じじゃない？ほら、だってほら。こんな感じでですね、E56 はね、ちょっと無誘導弾でね、無誘導魚雷でやるのがいいと思います。まず、で、これ見つかっても大丈夫です。見つかってもですね、これで潜れます。ほら。で、潜れれば、あとはもう発見されません。で、浸水止まりません。やばい。どれ今回のブルーアーカイブイベントでは、E56 のマイナーチェンジ版であるアロナホエールが実装されておりますので、この潜水艦で戦ってみたいと思います。はい。誘導魚雷がですね、結構メインの武装になっていまして、基本的にはこれをベースにしてね、戦っていくような感じになると思います。皆さん見て、イルカがめっちゃいます。ほら。バンドイルカかなイルカ撃てんのかなやめとこう。あ、発見されました。まずい。まあ、いいか。発見された。敵の飛行機に発見されました。いかん。よし。ちょっと発見されましたんで、潜ります。あれ狙おうかな。結構発見されてんな。で、ちょっと潜航時間をね、延長します。このね、補助電源、補給を使うことによってね。前方から魚雷が接近中です。オッケー、当てる。これでピンガーつけて。正面からすごい勢いで魚雷が接近しています。はい、大丈夫。正面からすごい勢いで潜ります。魚雷が接近しています。敵の潜水艦が。ほら。どんどん入ってきています。当たります。ほら。システムの箱を濡らさないようにしてくださいね。当たるぞ。ドコン。あれ当たんまりはいかないな。やばい。敵めっちゃ囲まれてる。まずいかも。ちょっと待って。今出るのはまずい。潜望鏡。待て。めっちゃ巻かれてる。やばい。潜れ。いかん。やばい。バカ。もう出た瞬間やられる。ます。どうしようこれ。まずい。当たる。潜望鏡進路。バカ。まずい。ぶつかる。何これ。やばい。当たって。やばい。ちょっと。なんかめっちゃ油出てる。皆さん。墨汁出てる。どうしようこれ。書道家になれるかも。どうしようこれ今年の
漢字書こう。すでに7月末にして、今年の漢字を書く。はい。1です、今年はね。もう。1。はい。これでいいや。やめて。やめてください、皆さん。これなんか狙われて、みかんやられた。何もいいとこなかった。バカよてめえ何やってんねんこの野郎なんだ貴様なんやねんお前さぶつかんぞ何してんのこれ当たんだろあれ何してんの味方ぶつかっちゃうあれピンがいけるかいけるこれでやるないけるかもほらこれ誘導めっちゃコードプレイ抜いてた私もほらすごいどー出たー吹き飛んだ見てこれ魚雷撃った後にあれだコントロールすればいいんだ新しい技を思いついた魚雷撃った後に撃てばいいんだ当たるぞ皆さん死ぬかもほら当たったけどあんまり食らってなくねまずいねここね結構敵がいっぱいいますねで先行時間がね短めですねちょっとまずいねうわーやばいちょっと待ってこれ敵あ沈めた再び皆さんなんと2隻をやりましたこの技をね思いついたわ撃った後に誘導だな分かったかわいい魚雷と一緒に積んだ青いバナナも黄色くれた男女体は気ままなものよひげも生えますひげも生えます武将ひげ魚雷を撃ておらいでなんか当たったな潜水です修理班のナビゲートは任せてくださいまずい成功しますめっちゃ狙われてるだオッケーよし沈めたいけたなんだ今沈めたよね対応完了です先生褒めてください撃てもういいあ近すぎるかも当たんない当たったあでも全然当たらない距離が近すぎて当たらん行くぞこれ当たれこのね潜望鏡振動よりもね深く潜ってもね撃てますんでめっちゃいいよねあれダメだこれダメだ敵近すぎるいいのかもう一発全弾発射いけ魚雷お利口さん魚雷これで沈められなかったら終わる味方か
あれ、おい出た。これ見て。2隻沈めた。私たちの勝利です。皆さん、これはアロプラチャンネルに載せみんな過去最高の成績じゃないこれ。ほら。潜水艦ね、これ強いな。これブルーアーカイブコラボのね、潜水艦めちゃめちゃいいので、潜水艦ちょっと潜水艦でちょっとワールドオブスキップスね、ちょっとやってみたいという方は、ぜひちょっと今、このタイミングほんとおすすめだな。普通に強い。E56 のなんか改良版みたいなね。うん。ということで本日はワールド・オブ・シップスの潜水艦をプレイしてみました。ワールド・オブ・シップスではその他に空母や戦艦、巡洋艦、駆逐艦といったように多種多様な艦が用意されておりますので、まだプレイしていないよという方はぜひワールド・オブ・シップスをプレイしてみてください。そして今回はブルーアーカイブコラボということで4人のキャラクターとキャラクターの特性を反映した艦を条件を満たすことによって入手可能ですので、特にブルーアーカイブファンの方はこの機会お見逃しなく、またゲームを進める上で有効なアイテムをゲットできます。概要欄と固定コメントのリンクをクリックしてコードのWARS ブルーアーカイブを入力して報酬をゲットいたしましょう。イベントは8月7日までですのでお見逃しなく。ということで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。また、みやめさん手ごり隊の書籍も何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、バイバーイ。ご予約お待ちしております。ワールドオブシップスもよろしくお願いいたします。タンラランタラララン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 ラララン